ありがとうございます。よろしくお願いします。メイキング TCP ソケットニューハッピーというタイトルでお話をします。浅草 Ruby から来ました。塩井と申します。今回の Ruby 会議でプラチナスポンサーをしております株式会社 SMS で、普段はレイルズアプリケーション開発の仕事をしています。で、愛媛のすぐお隣の高知県出身です。改めましてよろしくお願いします。ということで、今回のテーマ、メイキング TCP ソケットニューハッピーについてお話をしていきたいんですが、その前に、時を遡りまして、昨年2024年5月15日、Ruby 会議2024 Day1 にて、アードベンチャーオブハッピーアイボールズという話をしました。これは RSC8305 で規定されているハッピーアイボールズバージョン2というアルゴリズムをソケット TCP メソッドに導入するというお話でした。本題の前に簡単におさらいしたいと思います。Ruby のソケットライブラリには指定のサーバーに対して TCP で接続したクライアントソケットを返すためのメソッドが2つ用意されています。一つは Ruby で実装されているソケット TCP メソッド。もう一つが C で実装されている TCP ソケットニューメソッドです。これらのメソッドは、接続先のサーバーが IPv6 アドレスと IPv4 アドレスの両方を持っている場合において、従来は一つずつ処理を行っていました。例えば、最初に V6 の名前解決をして、それが終わったら V4 の名前解決をする。その後、V6 アドレス宛てに接続を開始して、それが失敗したら V4 アドレス宛てに接続を開始するという感じです。なので、例えば V6 の名前解決だったり、サーバー接続に時間がかかると、即座に V4 へフォールバックできないという課題がありました。ハッピーアイボールズバージョン2は、これを克服して、より効率的な接続を目指すアルゴリズムです。そのために、これまで一つずつ直列に行っていた名前解決だったり接続事項を複数並行に行います。ハッピーアイボールズバージョン2の動作フローはこんな感じです。まず、V6 と V4 の名前解決を並行して同時に開始します。先に名前解決が終了した方から、取得したアドレスのうちの一つに対して接続試行を開始します。ただし、ハッピーアイボールズには優先的に V6 で接続したい狙いもあります。なので、先に V4 を解決した場合は、すぐに接続試行を開始せずに、V6 の名前解決を50ミリ秒間待機します。この50ミリ秒間の待機のことをレゾリューションディレイと言います。接続試行を開始したら、その接続の確率を250ミリ秒待機します。この250ミリ秒間の待機のことをコネクションアテンプトディレイと言います。コネクションアテンプトディレイ中に接続が確立しなかった場合は、取得済みの他のアドレス宛てに2つ目の接続を開始します。その後も接続が確立するまで、あるいは接続先候補のアドレスタイプが尽きるまで、250ミリ秒ごとに新しい接続試行を開始します。開始した接続のうち、どれかが成功したら、成功したもの以外はキャンセルします。以上の動作フローを整理した結果、こんな感じの状態遷移図が出来上がりました。Ruby 会議2024では、これをコードに落とし込んでソケット TCP に実装するというお話をしました。その実装をざっくりご紹介します。まず先ほどの状態遷移図を表現するために、ループの中でケース文を読んでいます。ループの中では、現在の状態を変数で管理します。状態に応じてあらかじめ決められた処理を実行して、次の状態をセットして次のループに進むというふうに動作します。メソッド開始時点での初期状態はスタートです。なので、ループの1周目では状態スタートで行う処理を実行します。スタートの実装をご紹介します。まず最初にパイプと Q を保持するオブジェクトを作成します。続いて、アドレスファミリーごとにスレッドを生成して、その中で名前解決用のメソッドを呼び出します。メソッドの引数に最初に作成したパイプと Q を保持するオブジェクトと、その他名前解決に必要な要素を渡します。名前解決用のメソッドはこちらです。ここでは AddInfo GetAddInfo メソッドを呼び出して名前解決を実行します。名前解決が完了したら、取得したアドレスをメインスレッドと共有している Q にプッシュします。それと合わせて、名前解決が完了したことをメインスレッドに通知する必要があります。そのために、同じくメインスレッドと共有しているパイプに対して通知を書き込みます。メインスレッドでは、コスレッドを生成した後、IO セレクトを呼び出します。この IO セレクトの引数には、コスレッドと共有しているパイプを渡しています。コスレッドで V6 か V4 どちらかの名前解決が完了すると、このパイプに通知が届きます。通知が届くまで IO セレクトはここで無期限に処理をブロックします。パイプに通知が届いて IO セレクトがブロックを解除したら、解決できたアドレスを取得します。この時 V4 を解決できた場合は状態 V4W へ、V6 を解決できた場合は状態 V6C へ遷移します。V4W では V6 の名前解決を50ミリ秒待機するレゾリューションディレイを実行します。
そのためにここでも IO セレクトにパイプを渡して処理をブロックします。それに加えて、タイムアウトを指定する引数にレゾリューションディレイの50ミリ秒を渡しています。Vlookup の名前解決が完了するか50ミリ秒が経過すると IO セレクトはブロックを解除します。時間内に Vlookup を解決できた場合は状態 V46C、できなかった場合は状態 V4C へ遷移します。V6C、V4C、V46C は接続試行を開始するための状態です。ここでは接続先候補のアドレスを1つ取得してノンブロッキングモードで接続を開始します。接続に使用したソケットを保存して状態 V46W へ遷移します。V46W では接続の確率を待機します。あるいはここに来た時点でまだもう片方のアドレスファミリーが名前解決中の場合はその完了も待機します。ここでも IO セレクトで処理をブロックしています。この IO セレクトは名前解決の通知を待つパイプの他に接続試行中のソケットも監視します。タイムアウトを指定する引数に250ミリ秒をセットしています。これは前回の接続を開始してから次の接続を開始できるようになるまでのコネクションアテンプトディレイの待機時間です。パイプに名前解決完了の通知が届くか、接続試行中のソケットのいずれかが書き込み可能になるか、あるいは250ミリ秒がタイムアウトすると IO セレクトはブロックを解除します。IO セレクトがブロックを解除した理由に応じてそれぞれ次の状態を決定します。最終的には終了状態であるサクセス、フェイリア、タイムアウトのいずれかに至ります。状況に応じて接続済みのソケットを渡したり、接続済みのソケットを返したり、例外を発生させたりしてメソッドが終了します。以上でハッピーアイボールズを導入したソケット TCP が完成しまして、で Ruby 会議2024の時点でこの変更はすでに Ruby3.4 のマスターにマージ済みでした。ここまでが前回のおさらいです。ということで、ここから本題の Making TCP Socket New Happy です。ソケット TCP の実装をベースにして C で実装されている TCP ソケット New にもハッピーアイボールズを導入していきたいと思います。と思っていたんですが、2024年5月31日、Ruby 会議2024から帰ってきた月末に AKR さんから一つ懸念をいただきました。曰く、実装状態整に寄せすぎなのでは？どういうことかというと、例としてここでもう一度スタートの実装を確認します。Vlookup か V4、どちらかを解決して IO セレクトがブロックを解除した後の処理です。Q からアドレスを取り出して V6、V4 どちら解決できたかによって次の状態を決定します。なんですが、この時点で実は V6、V4 両方名前解決が終わっていたらどうなるでしょう？この場合、Q の中には V6、V4 両方のアドレスが入っています。例えば Q から取り出したのが V4 アドレスだった場合、先に V4 を解決できたと判断して V6 の名前解決を待機する V4W へ遷移します。V4W に遷移すると、すでに V6 が解決済みなのにもかかわらず、問答無用で IO セレクトが実行されてしまいます。これは本来不要な呼び出しです。IO セレクトはパフォーマンス的にコストの大きいメソッドなので、これは嬉しくありません。問題点を整理します。前提として、前の実装では実行中の現在の状態が管理されています。それから状態ごとに行う処理と次の状態に遷移する条件があらかじめ決まっています。この時意図せずに状態 A に遷移するための条件 A と状態 B に遷移するための条件 B が同時に満たされてしまったとしても、遷移先としては状態 A、B のうちどちらか片方が選択されます。結果として遷移した方の状態で本来実行する必要がなかった処理が実行されてしまったり、遷移しなかった方の状態で本来実行する必要があった処理が実行されないという状況が発生します。この問題を回避するには、条件 A、B を両方満たした場合に遷移する新しい状態を増やす必要があります。でもそうすると、管理するべき状態の種類が増えて、仕様と実装がさらに複雑になってしまいます。これが実装状態遷移に寄せすぎということだと私は理解しました。ということで、TCP ソケットニューの前に、ソケット TCP をやり直します。改良版のソケット TCP では、現在の状態の管理を読めます。その上で、状態に応じて決められた処理を実行するのではなくて、その時に実行できる処理はすべて実行するようにします。その結果、実装はこんな感じになりました。変更点を確認していきます。まず最初に、新しく追加した処理があります。レゾリューションディレイやコネクションアテンプトディレイなどのタイムアウトを管理する変数の初期化です。変数、レゾリューションディレイエクスパイアザットは V6 の名前解決をいつまで待機するかを保存するものです。変数、コネクションアテンプトディレイエクスパイアザットは前の接続試行を開始した後、次の接続試行の開始をいつまで待機するかを保存するものです。こういった変数をここでは一旦 nil で初期化します。この後、待機が必要な場面で具体的な値がセットされます。続いて、名前解決用のメソッドを呼び出します。このメソッドの実装と呼び出し方は変更まで大体同じなので割愛します。ループに入ると、前の実装で状態ごとに処理を指示していたケース分を if による条件分岐で置き換えています。
ループごとに条件を判定して必要な処理を行います。最初の条件は新しい接続を開始するかどうかの確認です。条件は3つあります。まず1つ以上のアドレスファミリーの名前解決が終わっていて、接続先候補のアドレスの在庫があること。それから変数レゾリューションディレイエクスパイアザットが2る、つまりレゾリューションディレイ中ではないこと。かつ変数コネクションアテンプトディレイエクスパイアザットが2る、つまりコネクションアテンプトディレイ中ではないことです。条件を満たしていたら宛先アドレスを1つ取得してノンブロッキングモードで接続を開始します。それから変数コネクションアテンプトディレイエクスパイアザットに現在時刻の250ミリ秒後をセットします。これは次回接続試行を開始できるようになる時間です。接続に使用したソケットを保存したらこの if 文を抜けます。続いて IO セレクトを呼び出します。前の実装では接続か名前解決を待機するために状態スタート V4W、V46W の3箇所で IO セレクトを呼んでいました。新しい実装ではこの1箇所に IO セレクトの呼び出しを集約しています。そのためにこの時の条件に応じて IO セレクトに渡すタイムアウト値を計算します。ロジックとしては、その時点で接続先候補のアドレス在庫がある場合は、レゾリューションディレイ中であれば変数レゾリューションディレイエクスパイアザットに値が格納されているので、これが開示です。そうでなければ変数コネクションアテンプトディレイエクスパイアザットに格納されている値を返します。あるいは接続先候補のアドレス在庫がない場合、これはまだ V6、V4 ともに名前解決が終わっていないか、この時点で取得済みのすべてのアドレスに対して接続試行開始済みという状況です。この場合はソケット TCP の引数にユーザー指定のタイムアウト値が指定されていれば、その値が大きい方を返します。ユーザー指定の値がない場合は詳細割愛しますが、ここで無期限に待つ値を返すように小細工をしています。で、この返し値から計算したタイムアウト値を IO セレクトに渡して実行します。タイムアウト以外の引数は前の実装の V46W と同じく名前解決の通知を待つパイプと接続試行中のソケットです。IO セレクトがブロックを解除したら変数レゾリューションディレイエクスパイアザットと変数コネクションアテンプトディレイエクスパイアザットの値をチェックして、セットされている時間が過去時間になっていた場合はそれぞれ2でリセットします。続いて IO セレクトの実行結果を確認します。確認するのは書き込み可能なソケットがあるかどうかと名前解決完了の通知がパイプに届いているかどうかです。書き込み可能なソケットがある場合は対象ソケットの接続状態を確認します。接続に成功していたらそのソケットを返してメソッドは終了です。パイプに名前解決通知が届いていた場合は解決できたアドレスを取得してアドレス在庫とします。この時解決したのが V4 アドレスでかつ V6 アドレスはまだ未解決の場合、変数レゾリューションディレイエクスパイアザットに現在時刻の50ミリ秒後をセットします。これは次のループで V6 の名前解決を待機する時間です。ループの最後に次のループに入るかどうかの確認があります。ここで接続先候補のアドレス在庫がなくて、接続試行中のソケットもなくて、すべての名前解決が終わっている場合、もうこれ以上実行できる処理がないので、最後に補足したエラーで例外を発生させます。あるいはユーザー指定のタイムアウトを超過している場合は、タイムアウトを表す例外を発生させます。それ以外の場合は、まだ実行できる処理が残っているので、次のループに入ります。これをメソッドが接続済みソケットを返すまで繰り返します。で、これにて改善版のソケット TCP が完成しまして、7月30日、無事 Ruby3.4 のマスターにマージされました。ありがとうございます。ということで、このソケット TCP の実装をベースにして TCP ソケット New に取り掛かる準備ができました。なんですが、実はさらに時を遡って2023年12月の時点で、その実装方針についてはすでに検討を始めていまして、こちらがその様子です。で、TCP ソケット New は、ソケット TCP と同じく、指定のサーバーに対して TCP で接続したクライアントソケットを返すメソッドです。ソケット TCP との違いは、メソッドがブロック引数を取らないことと、内部的には C 言語で実装されていることです。なので、TCP ソケット New のハッピーアイボーズ対応においては、ソケット TCP の大部分のコードを C で再実装する必要があります。この時課題になったのは、ソケットライブラリには、パイプとセレクトで名前解決を待機できる内部関数がないということでした。前提として Ruby のソケットライブラリには名前解決だけを行うメソッドがいくつか用意されています。例えばソケット TCP で使用していた addInfo、getAddInfo メソッドもそのうちの一つです。こういったメソッドは Ruby3.2 までは実行中に中断できないという課題がありました。これは内部的に利用している getAddInfo という C のライブラリ関数がブロッキングな関数、つまり1回実行すると名前解決が完了するまで処理を中断できない関数であるためです。なんですが、Ruby3.3 からは pthread ライブラリが利用できる環境であれば実行中に中断できるように改善されています。その仕組みをご紹介します。例としてこちらは addInfo、getAddInfo のコールスタックです。
ポイントはこの RB-GetAdInfo 関数です。この関数ではメインスレッドから新しいスレッドを1つ生成してデタッチします。デタッチされた子スレッドの中で GetAdInfo を呼びます。名前解決が終わったら条件変数を利用してメインスレッドにそれを通知します。メインスレッドでは条件変数へ通知が届くまで待機しています。この条件変数には、子スレッドで名前解決が完了した場合の他に、メソッドの中断が発生した場合にも通知が届きます。通知が届いたら待機を解除して、あとは検知した内容に応じて後続の処理を行います。これを踏まえて本題に戻ります。で、こちらは TCP ソケット入の Ruby3.3 時点でのコールスタックです。TCP ソケット入も先ほどの RB-GetAdInfo 関数を名前解決のために使っています。問題は RB-GetAdInfo が HappyEyeballs 実装に利用されることを想定した作りになっていないことです。どういうことかというと、まず RB-GetAdInfo は一つの子スレッドでアドレスファミリーを問わずに名前解決しています。これに対して HappyEyeballs 対応の TCP ソケット入ではアドレスファミリーごとに名前解決を行うので最大2つの子スレッドが必要です。それから RB-GetAdInfo は名前解決の完了を待機するのに条件変数を利用しています。これに対して、HappyEyeballs 対応の TCP ソケット入では、名前解決の完了だけでなく、接続の確率も待機する必要があります。このためには、条件変数ではなく、パイプとセレクトが必要です。しかも、RB-GetAdInfo は TCP ソケット入以外の複数のメソッドから利用されています。以上を踏まえると、HappyEyeballs 対応の TCP ソケット入では、名前解決に RB-GetAdInfo 関数を使うのではなくて、専用の新しい仕組みが必要そうです。ということで、HappyEyeballs 対応前の TCP ソケットにはこんな感じのコールスタックだったんですが、対応後はこんな感じに変更しました。ポイントは新しく導入した initFastFallbackInetSockInternal という関数です。この関数では、アドレスファミリーの数だけ新しい子スレッドを生成してデタッチします。デタッチされたそれぞれの子スレッドの中で GetAdInfo を呼びます。名前解決が終わったら、そのことをメインスレッドと共有しているパイプに通知します。メインスレッドでは名前解決か接続の完了を待機する関数を呼びます。待機用の関数ではセレクトシステムコールを利用して名前解決の通知を待つパイプと接続試行中のソケットを監視しています。パイプに通知が届くか、ソケットのいずれかが書き込み可能になるか、あるいは待機時間がタイムアウトするとセレクトは待機を解除します。要するにこのセレクトはソケット TCP の実装における IO セレクトメソッドと同じ仕事をしています。で、この実装には AdInfo-GetAdInfo と同じく pthread ライブラリが必要です。なので、HappyEyeballs 版の TCP ソケット入も pthread が利用できる環境でだけ有効化します。Windows 環境での TCP ソケット入は従来通りに動作します。で、この TCP ソケット入は Ruby 会議2024の後、ソケット TCP の再実装中は開発が止まっていたんですが、ソケット TCP の2回目のマージの後、7月に実装を再開しまして、翌々月9月20日、プルリクエストをオープンしました。なんですが、この CA が通るようにしたり、レビューをいただいたりしているうちに、10月8日、Ruby3.4 プレビュー2がリリースされていってしまいました。もう少し早ければちょっとこの便に載せられたかもしれないんですが、残念ながら間に合わず。で、そうこうしているうちに、11月1日、柴田さんから Ruby コミッターへの推薦をいただきまして、7日、松本さんからアクセプトをいただき、翌日8日にもろもろセットアップいただきまして、私、Ruby コミッターになりました。ありがとうございます。ということで、レビュー対応が終わって、11月12日、TCP ソケット入に HappyEyeballs を導入するプルリクエストを Ruby3.4 のマスターにマージしました。その結果、RubyCI が大炎上しまして、で、この時失敗していたものの過半数が NetHTTP のテストタイムアウト during HTTP セッションライト、もしくはそれと近しい内容のテストでした。こんな感じのテストです。このテストでは、まずローカルホストでサーバーを起動します。それから、クライアントのタイムアウト値を設定します。書き込みタイムアウトが10ミリ秒、接続タイムアウトが100ミリ秒です。続いて、クライアントからサーバーへ接続を開始します。接続に成功したら、サーバーへのリクエストメッセージとして、すごく長い文字列を書き込みます。その際、送信中に10ミリ秒が経過して、書き込みのタイムアウトが発生するという状況を期待しています。で、Windows 環境では若干動作が違うんですが、スライドではコードを割愛しています。で、改めて失敗しているテストを確認すると、書き込みのタイムアウトが発生するべきところで、接続のタイムアウトが発生しています。これは書き込みよりも前の段階で接続試行中にタイムアウトしている状況です。で、NetHTTP のコードを確認すると、TCP 接続を行っているのはこの辺りのコードです。接続を開始する TCP ソケットオープンメソッドは TCP ソケット入のエイリアスです。ここではタイムアウトジェムを利用しています。接続試行時間が指定のタイムアウト値を超えると、接続のタイムアウトが発生します。このコードは HappyEyeballs を導入する前までは期待通りに動作していました。これ何が起こっているか分かる方いらっしゃいますか？
テストコードを今一度確認しましょう。ローカルホストという文字列を TCP サーバーニューに渡してサーバーを起動しています。サーバープロセスはメソッド内部でホスト名、ローカルホストを名前解決して取得できたアドレスに自分自身のリスニングソケットをバインドします。ホストがデュアルスタックの場合、VLOOK アドレス:1、あるいは V4 アドレス 127.0.0.1 のどちらか先に解決できた方がバインドされます。V6、V4 どちらを先に解決できるかは OS やネットワーク設定によって異なります。今回テストが失敗していた環境では V4 アドレス 127.0.0.1 でサーバーが立ち上がっていました。一方、クライアントは V6、V4 両方名前解決に成功している場合、ハッピーアイボールズの仕様に従って優先的に V6 アドレス宛てに接続試行を開始します。なんですが、今回のペースでは、V6 アドレス:1で待機しているサーバーがないので、この接続は失敗します。この場合、クライアントは V4 アドレス 127.0.0.1 を知っているので、即座に V4 アドレスにフォールバックして接続試行を開始するべきです。なんですが、実際にはここでコネクションアテンプトディレイが始まってしまっていました。つまり、V4 宛てに接続を開始する前に250ミリ秒を待機しようとしていました。一方、接続のタイムアウト時は100ミリ秒です。つまり、250ミリ秒のコネクションアテンプトディレイの待機中に100ミリ秒の接続タイムアウトが発生してしまっていたのでした。これは実装上の考慮漏れです。ということで、過去のすべての接続試行が失敗している場合は、即座に次の接続を開始できるように、変数コネクションアテンプトディレイエクスパイアだとリセットするように修正しました。で、この件に関する修正を11月15日と30日にそれぞれ回しまして、その結果、RubyCI は内なる平和を取り戻したのでした。ありがとうございます。で、もちろんソケット TCP の方にも同じ修正を適用しています。で、このままリリースまで平和に過ごすことができればよかったんですが、12月6日、J ホンソンさんから意思をいただきまして、こちらの内容です。TCP ソケットニューがオープンする FD、すなわちファイルディスクリプターの数が FD セットサイズを超えるとセグメンテーションフォルトが発生する。FD セットサイズというのはホストが開くことができる FD の上限値です。再現コードもいただきました。まず下準備として、あらかじめホストマシンの FD セットサイズギリギリまでファイルを開いておきます。それからサーバーを立ち上げます。サーバーに対して何回か TCP ソケットニューを呼んで新しい接続を作ります。この時、先に開いていたファイルの数と TCP ソケットニューが新しく開いたソケットの数を合計して FD セットサイズを超えるとセグ V が発生します。で、この問題が原因になっていたのはちょっと前にご紹介したこちらの関数です。ここでは名前解決か接続の完了を待機するためにセレクトシステムコールを利用してパイプの読み込み側と接続試行中のソケットを監視しています。なので、このセレクトはある意味、ハッピーアイボーズの使用を実現する上で一番重要なシステムコールと言えます。なんですが、問題はセレクトが FD セットサイズ以上の FD 番号を監視できないという点です。ということが実はセレクトのマニュアルに載っていまして、例としてこちら Linux のものなんですが、セレクトは FD セットサイズ未満の FD 番号を監視することができる。セレクトを呼ぶ前に実行するマクロに対して FD セットサイズ以上の値を渡した場合、その挙動は未定義であると書かれています。困りました。で、この問題を解決するためには、今セレクトが行っている仕事をセレクト以外の方法で実現する必要があります。Linux のマニュアルでは、この件に関しては、ポールシステムコール、あるいは e ポールシステムコールを使うように案内しています。このうち e ポールは Linux 限定の API です。ハッピーアイボーズは Linux だけでなく、P スレッドが利用できるすべての環境へ動作させたいので、今回はポールを選ぶのが妥当です。ということで、セレクトをポールに置き換えるべく、この2つの違いを調べてみました。結果、分かったこととして、この2つの相違点は、関数のシグネチャー、監視対象、監視できるイベント、監視対象の指定方法、タイムアウトの解像度、以上、大体何もかも違うことが分かりました。で、これだけ違うとかなりのコードが書き直しになります。なんですが、この時点で12月6日で 3.4 リリース日まで20日を切っています。で、仮に修正できたとして、その後、ある程度十分な期間、RubyCI の様子を見たい気持ちもあります。困りました。で、ところでこの問題は、実は Ruby 実装のソケット TCP には発生していませんでした。ソケット TCP では、セレクトシステムコールと同じ用途で IO セレクトメソッドを使っています。で、IO セレクトはどうやってこの問題を回避しているかというと、調べたところ、IO セレクトは Ruby の内部では RBF セレクト関数として実装されていました。この関数は RBFD セレクトという Ruby の内部関数を呼んでいて、さらに RB スレッド FD セレクトは Native FD セレクトという関数を呼んでいて、Native FD セレクトの定義は P スレッドがある環境か Windows 環境かによって異なります。P スレッドがある環境では RBFD セレクトという関数を呼びます。RBFD セレクトの定義は OS によって異なります。特定のバージョン以降の OS の場合は largesize.h、それ以外の場合は POSIX.h に定義されていました。
ラージサイズ .h の定義が呼ばれる対象 OS のバージョン一覧がこちらです。例えば Linux だと 2.2、MacOS だと 10.7、ライオン以降です。つまり、現代で一般的な OS であれば、ラージサイズ .h の定義が呼ばれます。そのラージサイズ .h にはこんなことが書かれています。いくつかの Unix プラットフォームは、セレクトシステムコールで FD セットサイズより大きな FD 番号をサポートしている。監視対象の FD を格納する FD セットのサイズが大きな FD 番号を保持するのに十分でない場合、動的に確保するべきである。RBFD セレクト関数の実装はこちらです。この関数では RBFD セット T という構造体を使います。RBFD セット T 構造体の定義はこちら。この構造体はセレクトに渡す FD セットをラップしています。コメントにはこうあります。セレクトに渡す FD セットのビットマップをラップするデータ構造。これによって Ruby はモダンなプラットフォームにおいては従来の制限よりも大きな FD を使用できる。RBFD セレクトはこの構造体を使って監視対象の FD セットのビットマップ領域を FD の最大値に合わせて動的に確保したり拡張したりしています。そしてそのビットマップ領域へのポインターをセレクトに渡すことによって FD セットサイズを超えた FD を扱えるようにしているのでした。ということは TCP ソケット入でもセレクトの代わりにこの RBFD セレクトを使えばいいのではということで、12月11日、RBFD セレクトのラッパー関数 RBThreadFD セレクトを使ってセレクトを置き換える修正プルリクエストをマージしてこの問題を解消しました。で、この変更によってセレクトの呼び出しに必要な処理を削減できたので、結果的にはコードも若干シンプルになりました。次の日、12月12日はリリース前の最後の開発者会議でした。この日、私からは HappyEyeballs の Enable、Disable を制御する API について相談しまして、で、結果、メソッドの引数とソケットクラスのアクセサメソッドと環境変数の3種類で制御する方法を提供することになりました。で、合わせてこの時にデフォルトで HappyEyeballs が Enable になることも決定しました。14日、この決定を実現するプルリクエストをマージしました。さらに15日、HappyEyeballs の紹介をニュースへ記載しました。で、リリースノートの方も19日に更新しています。そして、いよいよ迎えた12月25日、Ruby 3.4.0 リリース日の午前3時、ちょっと土壇場で一件見つけてしまった不具合を修正したりしつつ、その日の午後、Ruby 3.4.0 および 3.4.1 が無事リリースされて、Ruby のソケットライブラリに HappyEyeballs バージョン2が導入されました。ありがとうございます。で、本当にここに至るまでたくさんの方に助けていただきましてありがとうございます。で、今回 HappyEyeballs を導入したかったのは、例えば V6 の名前解決だったりサーバー接続に時間がかかると即座に V4 へフォールバックできないという課題を解決するためでした。で、成果を確認するために名前解決に時間がかかるダミー環境で TCP ソケット入の実行時間を計測しています。そのために V6 アドレスを永久に返さず V4 アドレスなら即座に返すという DNS サーバーを用意します。で、この DNS サーバープロセスを立ち上げて、まずは HappyEyeballs を無効にして TCP ソケット入を実行した結果、このメソッドが終了するまでには約15秒かかりました。一方、HappyEyeballsを有効にして実行すると、約 0.1 秒で結果が返ってきました。つまり、こういう最悪ケースだと132倍ぐらい処理が早くなったと言えるかと思います。で、一方でパフォーマンスへの影響としては、100回実行した場合のベンチマークを取ってみると、やはり HappyEyeballsを有効化した方に若干オーバーヘッドが見られました。Ruby ランゴル型だと 0.129 秒対 0.144 秒という結果になっています。で、その他パフォーマンス以外でも、環境だったり用途にそぐわないケースもあり得ると思います。例えば、宛先サーバーが同じ IP アドレスからの複数接続を制限していたり、ホストの FD 数の制限がシビアな場合などです。で、その場合は先ほどご紹介しました HappyEyeballsをディセーブルにする機能をご利用ください。さて、Ruby 3.4 もリリースされまして、TCP ソケット入も無事ハッピーになったところで、めでたしかというと、そんなことはなくて、リリース後に一緒いただいたり、それを直したり、他の方に直していただいたりしています。で、この HappyEyeballs という機能が Ruby の一部として、こういったコミュニティの営みの中で改善されていくことが、Ruby 自身のさらなる進化につながるといいなと思っております。で、ここまでお話を聞いていただいた通り、1年前、一人の Rubyist だった私が、今日までの間に Ruby コミッターになってしまったのは、Ruby コミュニティの人々が背中を押してくれたおかげです。で、そのコミュニティの一人として、もしかしたら未来に、今この発表をお聞きの皆さんのうちの誰かと、こういった課題に一緒に取り組む仲間になれたら嬉しいなと思っております。ということで、Making TCP Socket New Happy という話をしました。この場をお借りしまして、ご協力くださった方々に感謝しつつ、ご清聴ありがとうございました。